はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。ちょっと新しい機材などをやっていければと思います。で、新しい機材用に、灯油バーナーですね。これで新しい鋳造炉を作ろうと思います。とりあえずまずは、開けてみますか。配線図も何もないな。タイマーだけでとりあえず作動させられるでしょうね。燃料パイプつけてないんで点火確認だけしてみますか。この時点で、ここ空だき防止装置を短絡させました。これでいけると思うんですけど、状態で短絡で動くようにはなったけどダメだな。ポンプが動かん。ポンプがじゃあ一回、7秒ぐらい、よし、ポンプは動く。これであっちこっちいじり回してやっと火がつくようになりました。とりあえずバーナーの点火確認はできたので、炉の方を作っていこうと思います。まずここから切りますが、とりあえず蓋と本体を開けました。さらにここから蓋と本体を切り詰めていきます。これで炉としてはちょうどいいサイズになりましたね。ポッと開いて、よし。次はロトバーナーを接続する部分を作っていきます。こんな感じで、はい、合いましたね。だいたいぴったりと。お水をはい、こんな感じですね。ここのところ切ればちょうど溶接できます。こっちはフランジをつけてきますね。開けた穴を取っかかりにジグソーで切っていきます。はい、これでこんな感じで火口の部分ですね、炎の入り口できますね。あとはこれ溶接していけば OK ですね。
フランゲを作ったので溶接していきます。アルゴンガスの残量がギリギリでしたが、なんとか溶接できました。はい、まずこいつの底の部分ですね、敷き詰めるためのモルタル作っていきます。まあこのぐらい5センチぐらい敷き詰める感じですね。重量的には10キロあれば足りるみたいですね。入れるとはい、一晩経っていい感じに固まってくれましたね。次はこの中子を入れて固めると。はい、中子の部分は一応養生テープで整えておきます。で、あとはここから漏れてこないようにダクトテープでとりあえず塞いじゃいます。これでこんな感じで、これで押さえつけとけば、あとはここに全部セメント朝日キャスター流し込んできます。朝日キャスター、モルタルも可愛い。セラミックなんだろう、モルタルっていうのかな、これは。まあそんな感じのものも乾いたので、この中を取ってきます。はい、こいつはもう切り崩していきます。よいしょ。あ、だだ。これで、この本体の部分ですね、できたと思います。入りが少し斜めに入って、こんな感じで螺旋を描くように火が回ってくれるのを期待します。次に作るのは蓋ですね。この
一度蓋をつけたいんですが、開閉方式をどうするかですね。こういう蝶つがいを使った開閉方式か、こうスライドするか、どっちがいいんでしょうね。はい、ぴったりとこれで。はい、反対にも穴を開けて溶接もしてきたので、これでよいしょと。こんな感じで。この薄い管に可動部分を直接つけるとすぐ壊れちゃいそうなので、取っ手の部分をフレームにして可動部分を作っていきます。こうスイングすると。これで OK で、ここに通すと。セメント流す準備できましたね。これで炉のセメント部分は一応終わりましたね。よいしょ。一応開閉はできると。バーナーがここにつくと。あとはバーナーと炉を固定してしまえばおしまいです。なので一気に燃焼テストまで進んでいきます。さてと、燃焼テストですが、もう1回燃焼テストやってます。すすが多いのはここの穴最初小さくしすぎて不完全燃焼を起こしたからですね。ちょっと拡大してみました。ただここあまり拡大してしまうと今度は炉の熱がどんどん逃げちゃうので、あんまり大きくしたくないので、とりあえずこれでやってみます。でスイッチオンと。まだすす出ますね。もうちょっと大きくしなきゃダメかな。バーナーの燃焼も問題なくできるようになったので、とりあえずアルミを溶かしてインゴットを作っていきます。はい、問題なく溶けました。溶けるまでものの10分ですね。出力の桁がもう電気炉といくつも違う感じですね。桁違いです。ではまず手始めにインマニの準備していきます。インマニの鋳造ですが、鋳造方法は今マイブームのロストフォームキャスティングとなります。なのでまず CNC を使って原型を作っていきます。はい、これで表面終わりました。引き続き裏面の切削を進めます。
なんとか切削できましたね。まあうまくいってるんだと思います。まあこれ仕上げて鋳造準備できますね。さてCNC で削ったこいつを切り離して組み立てていきますね。まずは大体で切っちゃえばいいですね。切り離せたら木工用ボンドで貼り合わせていきます。はい、こういう感じで、中子なしで空洞が作れるんですね。まあモナカみたいに合わせたやつですけど、形ができたらい肌がきれいになるようにロウを塗っていきます。ただ後で分かったことですが、このロウを塗るというのはやめた方がいいかもしれません。最後に溶けた金属の流れをイメージしながら湯道をつけていきます。よいしょ。これで OK と。1層目の漆喰塗り取り忘れてしまいましたが、今2層目をやってるところです。ロストフォームキャスティングにおいてこの漆喰塗りが最も重要な部分ではないかと自分は思っています。あとは砂に埋没させたら煮込みの準備は完了となります。じゃあ1回目点火と。ではそろそろ固まったと思うので、鋳造で一番楽しい発掘作業ですね。それでは状況確認をしていきます。これもこうやって埋めちゃったんですが、そうすると砂がこのパイプの中、マニホールドの中に入ってくれないんですよね。だからアルミが漏れてこういうふうに塞がってしまう。どつけば取れる場所もあるんですが、正直まあこれはもう処理するつもりはありません。結構中ガッチガチに塞がってるんで、外側に関しては悪くないです。どっちがも変な気泡も発生せずにいってるので、一番最初に作ったマニホールド、生砂型で作ったマニホールドよりかなり状況はいいんだと思います。あとはこのロストフォームキャスティングですね。ロストスタイロフォームキャスティングに関しては、この置き方ですね。いかにこういう隙間に砂を充填させられるかが重要になるみたいですね。それさえできれば結構これはいいんじゃないかと。この辺もパイプ自体の肉厚ですね。肉厚は 3mm、2.5 から3ぐらいで設定してるので、それが結構きちっと入ってはいるんですよ、全部。ただ余分なところに入ってダメだったというだけなので。
そう考えると悪くはないんです。あと抜き勾配を最初から考慮しない設計ができるというのも一つ魅力ですね。とりあえず新しいのを作ってもう一回やってみます。それでもう次のが成功しようとしまいと今回の動画は終わりとなります。では2回目の鋳造をご覧ください。今回は湯道の付け方を変更して、なるべくパイプ内に砂が満たされるような形に変更してみました。それとコーティング用に塗ったロウですが、やはりあまり漆喰を塗るときにいい状況ではなくなるので、今回は塗ってません。やはり塗らないと漆喰ののりがかなり良くなるので、今回はちょっと期待できますね。どうもこのバーナー2度目の点火の時に点火不良を起こすので、直接火をつけちゃいました。動画にはしてませんが、この一つ前に別の部品を鋳造した時に吸引をしないと調子が良かったので、今回も吸引なしでやってみます。よいしょ。変なとこで漏れたか。なんとか入ってるかな。はい、これはどこ行っちゃった。はい、この鋳造方法ですが、今回結構綺麗にいきました。この鋳造方法での注意点としては、漆喰できちんとシールドできるかどうか、もう本当にそれにかかってますね。それだけと言ってもいいですね。今回も掃除機なしですが、掃除機なしの方が胃肌とか全体の周りはいい感じがしますね。掃除機で吸ってしまうと漆喰の穴から一気にいっちゃう、流れ込んじゃうような気がしますね。結構いい出来かな。ここがちょっと微妙になっちゃいましたが、それ以外はいいと思うんですけどね。マニホールド、インマニの方なんですが、これが1回目。もう中完全に詰まっちゃって使えないです。こっちが2回目ですね。もう中ちゃんと穴が開いてるので全然問題なく使えます。ただこの辺やっぱはみ出した跡がありますね。最悪ここは削っていけるのでよしとします。ロストフォームキャスティングの肝としては、とにかく漆喰をきれいに塗れるかどうかですね。本当にそれにつきます。漆喰がきれいに塗れさえすれば意外と何とでもなっちゃうっていう感じですね。正直バキュームに関してはあってもなくてもいい、もしくはあった方が問題を起こしやすいですね。どちらかというとなきゃないで問題なく作れちゃうっていう感じですね。仕上げに関しては次の動画、キャブレターの取り付けの動画ですねをやっていこうと思います。ロストフォームキャスティング、生砂型に比べる自由度が高いのが魅力ですね。メリットとしては、まず抜き勾配、生砂型の場合は垂直な面っていうのは抜けないので、必ず角度をつけて台形状にしなきゃいけないんですが、その必要がないっていうのがメリットですね。デメリットとしては手返しが悪いというか、回転率が下がったってことですね。
砂型は原型さえできていればどんどんやれるんですが、ロストフォームの場合は漆喰の乾く時間を取らなくてはいけないので、1個目から2個目まで最短でやった時、ほぼ最短に近いですが3日4日かかってます。一個一個作るのに時間がかかる。当然この原型を先にいくつも作っておけばどんどんやれるんですが、今回ので大体分かってきたので、次からはもう少しテンポよく進められると思います。最初から2つ3つ同時進行で作っていけるんじゃないかと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。